地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は表情で語るマン第3弾ということで、ウルトラマンのマスクは変わっていないはずなのに、不思議とウルトラマンの表情が変わって見えるシーンを紹介していく動画です。第1弾と第2弾の URL をコメント欄と概要欄に載せておきますので、そちらの動画も見てくれたら皆さんはお金持ちになって元々になって人生が変わります。はい、まず最初はウルトラマンコスモス第43話の操り怪獣でのコスモスの表情。この回は怪獣の死について結構生々しく描かれた憂鬱な気分になる悲しい回です。怪獣を自分たちの都合で利用して使い捨てにするノワール星人というサイコパスな宇宙人がいるんですけど、以前もラグストーンという怪獣を改造してラグストーンをメカレーターにしてなんやかんやあったんですけど、43話ではテイルダスという怪獣が装備を埋め込まれてメカレーター化して突如街に現れます。で、土井垣隊員がすぐ異変に気づくんですけど、テイルダスメカレーターはすぐに泡を吹いて倒れて死んでしまいます。いきなりかなりのショッキングなシーンでみんなドン引きします。で、そんな中パッと見ブラック司令と間違えてしまいそうなノワール星人が武蔵に地球の怪獣クリアみたいな感じで接触してきます。自分の星の怪獣たちは全て使い捨てにして全滅させてしまったらしくて、地球の怪獣使わせろみたいなめちゃくちゃな要求をしてきます。当然武蔵は断って揉めまくるんですけど、ノワール星人が最後の力を振り絞ってネルドランとメカレーターを暴れさせます。麻酔とかも効かないように改造されていたので、もうチームアイズにはどうしようもなくなってしまっていて、絶望感が漂いまくっているところにかっこよくコスモスが登場します。 BGM とかもない中で夕日をバックにネルドラントとコスモスが戦うシーンは必見です。そしてコスモスがコズミウム光線でメカレーター部分を取り除くことに成功して、当然みんな大喜びで、ネルドラントもコスモスの方に寄ってきてコスモスもよしよししてあげていたその時、ネルドラントが発作のように苦しみ出して死んでしまいます。一回助かったと思わせての結果なんで、コスモスもアイズもそして視聴者もかなりのショックを受ける衝撃展開になってしまいます。そしてその時倒れたメカレーターに歩み寄るコスモスの表情がこちらです。なんかもう怒りとか悲しみとかいろんな感情がにじみ出ているように見えますよね。優しさもありつつ、怒りもありつつ、悲しみもありつつ、そんな複雑な表情をしているように見えます。怪獣保護がテーマのコスモスで、怪獣たちがかなり残酷な死に方をしてしまう衝撃回でした。次はウルトラマン X の第13話勝利への剣での X の表情。まあ正直これに関してはちょっと表情だけじゃなくて動きも加味されてのことで、なおかつちょっと喋ってるんで動画の趣旨と違うかもしれませんけど許してください。この回は第13話第14話の2話構成になっていて、その前半部分の回なんですけど、戦う相手がウルトラシリーズでも歴史あるなかなかの強敵なので、 X 一人じゃきつい相手でして、他のウルトラマンとトゥゲザーする回だったんですよね。で、戦った相手がモルドスペクター、ギナスペクターとグア軍団でかなりハードな戦いでした。まあ軍団の方はあのウルトラマンが一人で壊滅させたらしいんですけど、で X とトゥゲザーしたのがこのウルトラマンビクトリーで、変身前に人間体で稽古をつけてもらうというかなり濃い絡みはあったんですけど、ウルトラマン同士では当然初対面なんですよ。かっこよく同時変身して登場して、さあ戦いが始まるという時に X が横にいるビクトリーをチラッと見た後、あまりのかっこよさに思わず二度見してしまった時の表情がこちらです。この後かっこいいって口でも言ってしまってて、表情で語ってないやんって感じなんですけど、このシーン非常に珍しくて面白いシーンです。この二度見した瞬間の X の表情が本当に驚いてるように見えますよね。びっくりマークが3つぐらい吹き出しで出てそうです。それに対して横のビクトリーがクールなのもいいですよね。最後はウルトラセブン第26話でのウルトラセブンの表情。このチャンネルでも動画にしましたし、もともと超有名回でもあるこの回です。ウルトラに限らず最近のアニメにしろ他の映像作品にしろ、今この人は悲しんでますとか感動してますとかここポイントですみたいな分かりやすく描くのが主流になってると思うんですけど、まあそれがいいとか悪いとかではなくて、昭和から平成途中ぐらいまでって捉え方次第でこう見えるとか、いやこうにも見えるとか、この時本人は何を考えていたんだろうとか、
絶対的な答えというのが明記されていなくて、人によって解釈の仕方がいろいろありそうみたいなのが今よりもたくさんあったと思うんですよ。そしてこの時のセブンの表情も、この時セブンどういう気持ちだったんだろうって気になってしまうような表情をしています。皆さんご存知の通り、超兵器 R1 号という水爆の数千倍というぶっ飛んだ破壊力の兵器を人間が作り出して、生物がいないと思い込んでいたギエロン星に実験でそれをぶち込んでギエロン星を消滅させてしまうんですよね。でも実はギエロン星には生物がいて、おそらくその兵器の影響でギエロン星獣になってしまったその生物が地球に復讐しに来るわけですよ。でセブンがダンですよね。ダンはギエロン星獣が出る前、兵器を開発したって段階から、おいおい大丈夫かこいつら引くわみたいな感じで危惧していたんですよ。だから人類の尻拭いのために、本来全く罪もないギエロン星獣と戦って倒さなければならない羽目になってしまったわけです。そしてかなり苦戦しながらもギエロン星獣と戦って、いよいよクライマックスかという時にセブンの動きが一瞬止まります。本当は悪くない、きっとセブンも倒したいわけではないギエロン星獣にとどめを刺す前のセブンの表情がこちらです。なんか言いたいことがありそうな顔をしているように見えるのは多分ゲス君だけじゃないと思います。ギエロン星獣に申し訳ないと思っているようにも見えるし、人類に対して何か思っているようにも見えるし、地球を守るためだからと意志を固めているようにも見えるし、いずれにしてもいつもと同じフラットな精神状態ではないとなんとなく思ってしまいますよね。でもただ右手が痛かっただけな可能性もあります。でもギエロン星獣をいつもよりも残酷な倒し方をしていて、これも何か意味があるんじゃないかと個人的には感じてしまいます。兵器を作ることそのものは悪ではないんですけど、その扱いとか使い手の意思とか目的とか時代によってとんでもないことになる可能性を秘めているということですね。はい、表情で語るマン第3弾でした。まだまだたくさん山ほどこういう表情で語ってくれるシーンあると思いますので、このシリーズそんなに再生されてるわけじゃないですけど、懲りずにやっていきます。第1弾、第2弾の動画も見てお金持ちになって元々になってください。ここまで見ていただいてありがとうございます。さよなら。